世界を塗り替える。全てはこの一呼吸から。気づけばこの趣味を始めて20年以上が経過し、ようやく体が仕上がってきた。おそらくこれが全盛期なのだろう。俺は世界記録に挑戦することにした。魚と同じ土俵、海中で命を懸けて行う素潜りに誇りを持っているが、今回は本当の意味での命がけの戦いになる。そう、この瞬間のために俺は生まれてきたんだ。やってきましたよ、2回目。そう、1ヶ月半前の小笠原の最終日に15キロクラスのコクハーラが現れたのだ。着いたはいいものの、一瞬で森はぶっ壊され、俺は惨敗した。そして今回はリベンジだ。小笠原に行く時の大量の荷物、マジで持ってくるの半端なくしんどい。ということで、フェリー24時間ね、乗っていきます。おお。最初はお台場スタートでこのクソ汚い海から超綺麗な海に行くわけですけど、まあそれはね24時間かかりますわね。まあ私何をしてたかと言いますと、日本で教授をやられているドイツ人の人に話しかけて飲んでたらね、着きましたね。はい、というわけで小笠原に到着しました。今12時なんですけど、どうせ船で行かないとね、でかい魚取れないんで、今日はですね、3時間ぐらい潜って、体慣らしてね、がっつりいいポイント潜れる日に備えていきます。っていうのも、大型魚は流れがめちゃくちゃ速い場所にいます。速すぎて、どれだけ本気で足ひれを漕いでも沖へ沖へと押し流されてしまうのです。ただ一応陸から入っても出会える可能性はあるんで、船以外もしっかりと潜ります。しかし今回狙うのは25キロオーバーのコクハンアラ。仮に取れたとしても陸まで持って帰るまでにほとんどがサメに食われてしまいます。小笠原に着いてからはドイツ人の友達2人と居酒屋を堪能したり、サメに魚を食われたり、バディの京二さんがフグに噛まれたり、もう今日はさすがに疲れたからドライブっすね。ドライブしたり、地元のカヌー祭りに急遽参加させてもらったり、そして山を登ってまで毎日7時間ほど陸からのエントリーで魚釣りをしました。しかし化け物サイズのコクハンアラには出会うことができませんでした。ということでいきなりボートダイブからスタートです。さてマサルたちは巨大コクハンアラに出会うことができるのか。こればっかりは運ですから何とも言えませんが、とにかく潜る回数を増やして確率を上げていきましょう。はい、ついにねボートダイブがスタートしました。今日はですね潮当たりがガンガン当たってる場所を攻めていきますから、マジで夢がある海なんでちょっと楽しみですね。ということで今日は朝6時からガンガン潜っていきます。果たして何か取れるのでしょうか。ちょこちょこ魚をあげに戻ってくるものの、目的の魚ではない。巨大魚に出会えず時間ばかりが経過していきます。朝から晩まで潜りましたが、結局巨大なコクハンアラには出会えませんでした。残りはあと1日。はい、というわけでボート1日目が終了しました。ボートねもう1日ありますんで、もう1日ね頑張っていきます。朝5時出港ですね。魚つきも釣りと一緒で朝間詰めと夕間詰めが熱いんです。いやー朝日が綺麗ですね。まだね海潜っても暗いはず。てか島々多い、あれ全部無人島ですよ。さてついにね最終日でございます。で今ね朝5時なんですけど、寝起きはあんまりね息止まらないんで、一応鳴らしをねやっておきましょう。これをやっておくことでいきなり深いところで魚に出会っても戦うことができます。さて寝起きの一発はどのぐらいなのか。2分から2分半だったらいい方ですね。ちなみにですけどこれ死ぬほど苦しいです。息止めって僕も苦しいの耐えてるだけですからね。ただこれをやると苦しみのセンサーがバグるんですよ。なんとか2分半行きたいとこですよね。2分半が経過しました。割とコンディションいいですね。ちなみにこれ以上息止めたらもう本当に死ぬかもってところから30秒息止めると脳がバグって苦しさ感じにくくなるんですよ。みんな絶対真似しちゃダメだよ。寝起きでね今3分止まりましたんで、20メーターぐらいは潜れるはずです。やったりましょう。約10日間足ひれを漕ぎ続けたことによりかなり重度の靴ずれを引き起こしています。
正直満身創痍。しかし潜り続けるやつだけが最高の魚に出会えるんです。そう信じて潜ります。さて、朝まずめ一発目、とんでもない高級魚に出会いました。魚釣きをやっている人であれば人生で1回はこんな魚ついてみたい、そんな魚が目の前にいます。さて皆さん、魚好きの方なら見えるんじゃないでしょうか。こっちを向いていますね。上鯛が来た。狙いを定めて来た。笛鯛って本来警戒心が高くてめちゃくちゃつくのが難しいんですけど、この個体は警戒心がゼロでしたね。こんな感じで魅力的な魚が多すぎて、国飯に出会う前についてサメが群がってきて船に先に上がっちゃうんですよ。皆さん、最終日の、午後になりました。未だ10キロオーバーの魚が取れておりません。いや、目の前に笛鯛いたらさ、笛鯛つくじゃん。笛鯛ついたらサメがブワーってくるから、ちょっと船聞いてーって言ってすぐ船上がるの。だからもう俺はもう浮気しない。浮気男は結局本命を得られない。もう笛鯛止まり。俺はやっぱり本命国ながら20キロオーバー。こいつしか見てない。心に消えました。あいつと結婚します。行ってきます。さて、結婚宣言までしてましたが、これで取れたら激アツすぎる。水深は15から20メーターほど。とてつもない流れの上流側から何やら巨大な気配を感じました。絶対に何かがこっちを見ている。周囲をくまなく探します。なぜかこういう時の勘は当たります。いたー、ここジョイさん。本当にいました。泳いでいるのは海底15メートル下にもかかわらず圧倒的な存在感。そう、こいつに出会いたかったんだ。時間的にもこいつを逃せばもうチャンスはありません。しかし流れが速い。国飯アラは悠々と泳いでいますが、マサルがかなり全力で漕いで、なおまだ追いつけないスピードなんですよ。動画上ではほとんど移動してないように見えますけど、これね、かなりのスピードで泳いでるんですよね。で、この塩梅も難しくて、あまり全力で漕ぎすぎると驚いて魚が逃げますし、何より息が上がったら15メーター潜れないですからね。と、ここでまさかの国飯が岩の中に入っていきます。ここで覚悟を決めました。穴の前に森を落として、海底で森を拾って穴の中で勝負を挑みます。で、かなり息が持たないと厳しいんで、一旦息を整えています。で、これが森を落としてるところですね。で、ここでようやくバディが到着。もうちょっとここね、焦りすぎても海水死ぬほど飲みました。はい。波も高いんだよね。うわ、で、ここで頭つけたら国飯が穴から出てたんです。勝負は分からなくなりましたね。ここまでの巨大魚になるといろんな条件が噛み合わないと捕獲することができません。一つ、巨大魚が逃げ込む岩の穴がないこと。岩に潜り込まれれば一瞬で森はへし折られます。その点ではこの地形は最高ですね。二つ、急所をつくこと。2つ目は弱点に当てることです。脳をぶち抜くのが一番ですが、このサイズの国飯の頭蓋骨を貫くのは非常に困難です。背骨を砕いて脊髄をぶち壊すか動脈に当てる必要があります。そして3つ目、深いところに逃げられないことです。目の前の岩を越えると真っ青な水深 30m の世界が広がっています。何が何でも先に回り込みます。この岩を越えられたら回収するのは不可能ですから、間に合ってくれ。これで逃したら一生悔しい。いや、やっぱり深い。少なくとも 25m はありそうです。さて、これが最初で最後のチャンスでしょう。息が上がって潜れるコンディションではありませんが、確実に急所を狙っていきましょう。マジで急所に当たってくれ。ゲットー。
ロート絡んでるんで2人で引き上げましょう。ラインを引っ張って2人で引き上げます。よっしゃー！持ってるなー。最高！うわー！25キロあるそう。2人の漁獲でしょ。これ37円。いきます。はい。よいしょ。いける。よいしょー。でかすぎないこれ。128センチです。今からね、重さ測りましょう。ああ、魚汁がついた背中に。せーの。よいしょ。いや、でかすぎでしょ。さてここで世界記録をおさらいしましょう。まずは手盛りによる世界記録は 18.3 キロです。お次は水中銃による世界記録だ。世界記録は 24.9 キロ。果たして超えることはできるのか。20キロいっぱい出てくれ。頼む。よいしょ。ちょっとやばい。26.5 キロ。えぐすぎ。国販って20キロからね、あんまり大きくならないんよ。25キロの壁をなかなか超えなくて、25はいってないだろうなと思ったら26.5。なんかお腹ちょっとへこんでるんだけどさ、もしさここ何か食ってたら30キロいってたよ。うわくそ、なんか食っとけよこいつ。はい、公認記録こうなるはずだったんですけども、2人であげたら無効なんだって知らなかった。まあでも最高の思い出が作れたからよしとしよう。酒飲もう。何のためにこの魚を取ったかというと、最高にうまいビールを飲むため。そういうこと。船の上で今から乾杯して、次の動画でですね、こちらの魚さばいていこうと思います。こいつとちょっと並べるとちょっとちっちゃく見えないですか。これだいぶちっちゃく見えるんですけど、まあまあでかいよ。みんな言っとくけど、GT をつかずについたやつね。7.8。手盛りだったら俺国原これが記録だったの。自己最高記録 7.8。よっしゃーだったのがその日中に 26.5 ですからね。やばいね。漁師のひろきさんからタオルいただいたんでね、ねじって俺も鉢巻いちゃおうかな。
26キロつけたらそれは漁師やね。漁師でしょ。ちゃんと漁師。あ、ダメだ、頭がでかくて。しゃ。何言おうかな。思いつかねお前ね、もう疲れた頭が働かない。いや、ほんと今日はありがとうございました。よっしゃー。最高。お疲れ様です。あ、うますぎる。うまっ。やばいっすね。いや、よかったですね。いや、マジでよかったな。最後の最後で。本当に最後の最後だったもんね。そうっすね。しかもなんか、いや、他の魚浮気するからつけないんだよとか言って、もうその直後に、もう絶対に黒斑以外つかないと思って潜って、本当にあれからついてないもんね。もうほんまに。笛台もスルーしてたもん。やっぱり宣言するもんですね。持ってますね、我々。二人とも朝5時から夕方の6時まで付き合っていただき、2日間もね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもいいポイントに行けたからね。あのポイントに行けたからつけてるわけで。あそこ普段はもう潜れないですもんね。そうですね。流れないですね。流れが流れが速いんで危ないんで。流れが今日ないって日でもちょっと全然川で川よ。黒斑原がちょっとずつ泳いでるのにもうめっちゃ漕いで全然追いつけないんですよ。せっかくなんで撮った動画があるんですよ。あ僕の頭視点なんですけど、せっかくなんで一緒にまあダラダラでおたけびのシーンも。おたけびのシーン濁りはなかったんですか、あそこ。ちょっとありましたけど、でも結構クリアやったよね。クリアでしたね。うん。面白いですよ。入ったもう見つけてるんですね。あの時だ。これですか。ここにいるんです。結構やっぱ進まんかったもんな。これでもうほんとずーっと追いかけてて、でかかったっすね、これで。マサラのなんか叫び声が尋常じゃなかったから、これはほんまの大物来たんやって思って、ちょっと本気でダッシュでいったもん。これは15とかじゃないなって思って遠目でやばすぎって思って、これをこの流れでついてサメ来たらどうするんだろうって思いながら、ああ、なんか余裕かましてたの。余裕かまして、でっこっちかい穴入ったんや。は全力で泳いでるんですそうそうそう、全然動いてないけど、でこいつィンこの穴の中に入っていきやがって、あ無理だと思ってこの上で見て。こうやって入っていって、あれもう無理かなって思ってて、ちょっと待つよね。ちょっと待つっすねって。そしたらこっちから抜けたあの。あ、抜けたんですね。それ僕気づいてなくて、まだマサラが行ってるなと思ってついていったら出てきて。穴に入ったんですけどみたいな言ってたら、そうどっかでまた見つけてくれるんですよ。魚の方向よりな外側回ってきてたから、マサラ見えてないんかなって思ってたもん。あ上を追っかけてたやん。あ、でもちょっとそっち側からまくってきて、今となればその回り込んだのは分かるんだけど、これ気づいてないどっちなんみたいな。なんでこんなに暴れてるんですか。もう一回出てきたんですよね。ああ、そういうことやね。で、これでキョイさんが気づいてないのかなと思ってなるほど。言って、あ、これだんだん浅くなってるんです。あ、そうです。はいよっしゃ、そう、これに行ったぞって思って、山になってて、はいここでちょっとこいつが止まったんですよ。止そまったんで、ここで猛ダッシュして、流れのう、、そう、回ったんやね。流れてくる方に、流れの神、流れ神、風上というか、みたいな感じうん上流というか。あ、そう、ここを登ってきたんあ、で、さらにこれこう行ったんやうね。ん。で、浅場にどんどんなって、もう、運でしかない。この地形と。もう一個越されたら深くいっちゃうじゃないですか。でこれかなり浅くなるんですよ。そうそう、これに登ったんやろ。おー、運よくで、教授さんの方からは取れてるんですよね、それが。そうそう。これこのまっすぐ後ろから来て、行きなさい。山頂の方から挟み撃ちみたいな感はい。多分5メーターとかですここが。で、ここで待ってんすよ、こいつが。じ。すげえ。貫禄。おー、突きどころも。おー、
すげえ力。パワーがすごいですよ、これ。で、僕は映像を撮ってて最初、これあかんわと思って、助立ちだ。おー。ちょうどゴムが、サンゴに引っかかって。で、ここで今、助立ちに入って、2発目を。 2発目。ゴムが引っかかってなかったら手盛り折れてました。で、これついて、で、息と取ったんで。全然いけない。だって、もう、話し合ってるじゃん。2人でノートから読んでるんで、2人で打ち上げます。ラインを引っ張って2人でしてあげます。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私は食べれるの最高すぎる。